こんなストレッチをやり続けても絶対に腰痛は改善しません。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、腰痛の方が絶対にやってはいけないストレッチ、そしてその反対に腰痛の方にやってほしい腰痛を根本改善するストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。まず最初に、腰痛の方が絶対にやってはいけないストレッチというのは、最初にお見せしたストレッチになります。いわゆるですね、腰痛体操と言われている、一般的にですね、腰痛が良くなりますよ、改善しますよと言われている体操、ストレッチの方法になるんですね。腰をですね、丸めるようなストレッチ、そして腰を反らせるようなストレッチになります。これというのはですね、腰痛の方は絶対にやってはいけないストレッチになります。なぜかというと、腰痛というのはそもそも腰が動きすぎてしまっている状態なんですね。腰が動きすぎてしまって痛くなっているわけです。それに対して腰痛体操を行ってしまうとですね、さらに腰が動きすぎてしまうことになります。それによって腰痛がですね、良くなることはなく、さらにですね、腰痛が悪化してしまうことになります。なので腰痛体操というのは絶対に行ってはいけません。そこでですね、今回は腰痛を根本から改善する本当の腰痛ストレッチをお伝えしていきたいと思います。はい、まずですね、ストレッチの方法をお伝えさせていただく前に、腰痛のメカニズムをですね、簡単に説明させていただければと思います。腰が痛い方、腰痛がある方というのは、前にかがんだ時ですね、前にかがんだ時に腰が痛いです、腰が突っ張って痛いですという方がですね、たくさんいらっしゃいます。そしてですね、後ろに反った時にですね、腰が痛いです、腰が詰まって痛いですという方がですね、多くいらっしゃいます。そのメカニズムというのはですね、腰が動きすぎてしまうことによって痛みが出てしまっているんです。というのはですね、どういうことかっていうと、前にかがんだ時に腰が痛いっていうのは、腰が動きすぎてしまうことによって腰の筋肉がですね、引っ張られてしまって痛くなってしまっているんですね。じゃあなぜ腰が動きすぎてしまうかというと、この連動する隣にあるですね、股関節がですね、動いていないからなんですね。股関節が動いていない、前にかがむ時に股関節が動かなくなる原因というのはここですね。お尻の筋肉が硬くなることによって股関節の動きが悪くなってしまって、腰が動きすぎてしまって腰が伸びて痛い、腰が突っ張って痛いということになるんですね。なので前にかがむ時の腰の痛みっていうのは、お尻の筋肉の柔軟性をですね、つけていただければ痛みは取れるということになります。そして次はですね、後ろに反った時に腰が痛い、詰まって腰が痛いですという場合はですね、どういうことかっていうと、この場合も腰が動きすぎてしまっているから、腰の関節がですね、ぶつかってしまって痛いということになります。じゃあなぜ腰が動きすぎてしまうかっていうと、やはりですね、股関節の動きが悪いからなんですね。で、この後ろに反った時の腰の痛みのですね、股関節の悪さをですね、作る原因っていうのは、股関節の前についている筋肉になります。股関節の前から太ももの方についている大腿四頭筋という筋肉のですね、硬さが原因になります。大腿四頭筋が硬くなると、股関節の前がキュッと縮まってしまっているんですね。縮まることによって後ろに反った時に股関節が動きませんから、こういう状態、腰だけが動いてしまう状態になるんですね。本来ならこの股関節が伸びてあげることによって腰が反れれば、腰っていうのは詰まった痛みは出ないんですけども、股関節がキュッと縮まった状態になると腰だけが反り返ってしまいますので、腰が詰まって痛い。私もこうすると詰まった痛みが出るんですけども、この股関節が伸びない方っていうのは腰が詰まって痛い。でもこの股関節の前、大腿四頭筋の柔軟性をつけていただければ、股関節が伸びてくれますので、腰が反ることがなくですね、腰の痛みが取れるということになります。はい、ではですね、早速腰痛をですね、根本から改善するストレッチの方法をお伝えさせていただければと思います。まずはですね、前にかがんだ時の
腰の痛みをですね、根本から改善するストレッチの方法になります。前にかがんだ時っていうのはお尻の筋肉が原因だっていうふうにお伝えしましたよね。なのでお尻の筋肉を伸ばすストレッチになります。やり方としましては、まずはこのように椅子だったりとかソファーだったりとか座る場所をですね作っていただいて座っていただきます。で座った状態でですね、まずは右足からいきます。右足をですね左足の太ももの上に乗せます。足首をですね太ももの上に乗せるというようなイメージになります。でこの状態でですね、まずは体をぐっと伸ばします。体を伸ばした状態で頭を下げずにですね、お腹を出すようにしていただくと、この状態でお尻が伸びてくる感じわかるかと思います。頭を下げてしまって体を丸くしてしまうと伸びませんので、体をぐっと伸ばしていただいてお腹を出すという状態ですね。この状態で10秒間ストレッチを行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10秒間終わりましたら、次はですね、この膝ですね。この膝を少しですね、持ち上げるようにしながら、先ほどと同じように体をぐっと伸ばしていただいて、ちょっとお腹を出すようなイメージ。そうすると、さらにですね、お尻が伸びてくる感じがあると思います。この状態で10秒間行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10秒間終わりましたら、次は最後ですね。最後はですね、この状態からさらに体を右側にひねるようにですね、右膝と左肩を近づけるようにぐーっとひねっていきます。そしてやはり体を伸ばしながら少しお腹を出すように。そうするとさらにですね、お尻の筋肉が伸びてくると思います。この状態で10秒間行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。これで右側は完了です。はい、次はですね、左側も同じようにやっていきたいと思います。左足を右足のももの上に乗せていきます。足首の部分を乗せていきます。この状態で体をぐっと伸ばしていただいて、頭を下げるのではなくってお腹を出すようにストレッチしていきます。そうするとお尻の方が伸びていきますよね。この状態で10秒間キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次はですね、この膝をですね、少し上に持ち上げるように、持ち上げながら体を伸ばしてお腹を出すように。この状態で10秒間キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、最後ですね。最後はこの左膝と右肩をですね、近づけるように体をぐーっとひねっていきます。そして体を伸ばした状態でお腹を出すように。この状態で10秒間キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これで左側も完了です。はい、ストレッチが完了しましたら、ストレッチの効果をですね、確認するために前にかがむ動作、もう一度やってみてください。そうすることによってですね、股関節の動きが良くなりますので、前にかがむ動作がですね、しやすくなると思います。腰痛がある方っていうのは股関節の動きが悪いことによって腰が動きすぎてしまって腰が痛くなってしまいます。なのでこのようにお尻の筋肉を伸ばしていただくことによってですね、股関節の動きが良くなって連動が良くなって前にかがんだ時のですね、腰の痛みが解消するということになります。はい、続きましてですね、腰を反った時の腰の痛みをですね、根本から解消するストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。腰を反った時の痛みというのは、股関節の前、太ももについている大腿四頭筋という筋肉が緊張することによって股関節が固まってしまって腰が動きすぎてしまう、腰が反ってしまって腰が詰まってしまう痛みでしたよね。なのでこの大腿四頭筋をですね、効果的に伸ばしていくストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。
まずはですね、左足からお伝えしていきたいと思います。このようにですね、ベッドだったり床にですね、体をですね乗せていただいて、左膝をですね曲げていただきます。左膝を曲げていただいて、つま先は外に向けるようにしてください。そしてですね、この膝もですねできるだけ外に向けていただくことをおすすめします。で、外に向けていただいた方がストレッチの効果がですね高くなります。で、この状態でですね、まずは両手をですね背中の方につけていただきます。で、まずステップ1としましては、この状態で体を反らせてしまうと腰が痛くなってしまいますので、体を反らせるのではなく、お腹を見るように、おへそを見るようにぐーっとしていただくと、太ももの前がですね伸びてくる感じ、わかるかと思います。この状態で体を反らせるのではなくて、お腹をぐーっと見るように、そうするとですね、太ももの前がですね軽く伸びてくるかと思います。この状態で10秒間キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。じゃあ次、ステップ2ですね。ステップ2はですね、このまま肘をつけていきます。はい、肘をつけていただいて、で、ここからですね、やはり注意していただきたいのは、腰を反らせるとですね、腰を痛めてしまいますから、腰を反らせるのではなく、おへそを見るようにですね、おへそを見るようにぐーっとしていただくと、太ももの前がですね伸びてくる感じがわかるかと思いますので、このままですね10秒間キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続きましてステップ3ですね。ステップ3はですね、左の場合は左のですね肘を浮かせていただいて、体を右にひねっていきます。で、右にひねっていただいて、またおへそを見るような形で顔をですね前に向けるように、そうすることによってさらにですね太ももの前が伸びていきますので、このまま10秒間キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これでですね左側のストレッチは完了です。はい、続きまして右側のですね大腿四頭筋のストレッチも行っていきたいと思います。左側と同じくですね、反対の足は伸ばしていただいて、右足はですね曲げていただきます。そしてつま先は外を向けていただいて、膝はできるだけ外を向けるようにします。この状態で両手をですね後ろの方につけていただいて、体を反らせるのではなくて、おへそを見るように、おへそを見ることによって太ももの前がですね伸びてくるかと思います。この状態で10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続きましてこの状態で両肘をですねつけていきます。で、両肘をつけていただいて、腰を反らせるのではなく、お腹を見るように、お腹を見ていただいて、この状態で10秒間キープですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次ですね、3段階目ですね。右肘を浮かせていただいて、体を左にひねっていただいて、そして顔をですね下に向けるように、おへそを見るような形で10秒間キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。これで右側のストレッチも完了です。はい、この大腿四頭筋のストレッチが完了しましたら、後ろに反った動きのですね確認もしてみましょう。立っていただいた状態で後ろに反る動きをしていただくと、股関節の前が伸びるようになりますので、今までは股関節が縮んでしまっていて、腰が動きすぎてしまって腰が痛かったんですけども、股関節の前が伸びるようになりますので、スムーズに股関節と腰の連動が生まれるようになります。そうすることによって反った痛みもですね解消するという風になります。はい、ということで今回は腰痛の方が絶対にやってはいけないストレッチ、そして腰痛の方にやっていただきたい腰痛を
根本から改善するストレッチの方法をお伝えさせていただきました。はい、間違った方法をですね行うのではなく、正しい方法を行っていただいて、あなたの腰痛改善にですねお役立ていただければと思います。また今回の動画は私の仲間の先生の児玉先生という先生のですね動画を参考にさせていただきました。児玉先生はですね、私と同じくですね大阪の方で腰痛専門の整体院をされている先生になります。児玉先生のオリジナルの動画ではですね、さらに詳しくですね丁寧に説明していただいていますので、児玉先生のオリジナルの動画のリンクですね、説明欄の方に貼らせていただきますので、ぜひですね児玉先生のオリジナルの動画もご覧になっていただければと思います。この動画が役に立ったという方はぜひですね高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。